リニューアル後の変更点2つあります。1つ目、1袋のグラム数。2つ目、人工甘味料を完全不使用にしました。まず1つ目、1袋のグラム数ですが、1キロから 800g に変更になります。変更理由は品質の担保と1袋あたりの価格を上げないためです。プロテイン、スマートタンパクをご購入いただいた方々に実際にヒアリングしてリサーチしたりとか市場調査をした結果、一般的にトレーニングしてプロテインを飲む男性たちに比べてスマートタンパクは一般女性が購入してくださっているので1袋を消費するペースが遅いということが分かりました。そしてよくいただく質問としてすごく1袋が大きいのですぐには飲みきれない、開封後どれぐらいで飲み切らなければいけないでしょうかという質問だったり、さらに複数のフレーバーを同時に購入していただいている方も想像以上に多くて、複数の味を購入したので日替わりで味を変えて楽しみたいが1袋が大きいので開封後傷んでしまってダメになってしまうんじゃないか、だから1袋ずつしか開けれていないっていう声を実際にいただいていました。もちろん開封後はできる限り早く消費していただくのが理想なんですが、どんなに遅くとも3ヶ月以内には飲み切っていただくようにお願いいたします。冷蔵庫の中に入れなければいけないってことはないんですが、高温多湿な場所を避けて保管ください。だからといって女性向けのプロテインって1袋 300g から 500g ぐらいが多いんですが、そこまで1袋あたりの量を減らすとかなり割高になります。そしてその 300g から 500g ぐらいで15食分で1袋3500円ぐらいの価格、これを女性用プロテインでよく見かけます。ということは1ヶ月30日なんで30食分で約7000円、年間8万4000円程度の出費となります。小遣いが本当に1万円だった僕にはこの1ヶ月7000円という金額が皆さんにとって現実的ではないことがよくわかります。逆に1袋の量を増やせば増やすほど割安になります。よく男性向けのプロテインだと3キロや5キロっていうものだけじゃなく、最近見かけたのは1箱10キロっていうプロテインも見かけました。なんと1袋に10キロが入って、それが段ボールに入って届くそうです。じゃあ皆さん安さを求めて3キロ、5キロ、10キロのプロテイン買いますかって言ったら買わないですよね。そんなに早く消費できないし、置く場所にも困りますよね。さらにプロテインの原価は世界的に見てもどんどん上がっています。もちろん人工甘味料を不使用にすることでスマートタンパクの原価も上がります。だけど皆さんにご提供する1袋あたりの金額は絶対に上げたくないんです。これは本当に小遣い1万円で苦労していた僕だからこそ絶対に譲りたくない部分だとこだわりました。実は今まで皆さんにお伝えしてなかったんですが、スマートタンパクを他社よりも安くご提供できる理由がもう一つあります。それは僕自身の会社の自社ブランドということです。一般的な他のインフルエンサーさんのブランドはブランドの運営会社がありインフルエンサーさんがいるので、ブランドの運営会社、インフルエンサーさんの両方の利益をお客様からいただかなくてはいけないので、販売価格が高めに設定されていることが多いです。ただ皆さん安心してください。僕の株式会社スマートタンパクに関しては違います。僕自身が経営者、代表取締役で、なおかつインフルエンサー、僕が一人二役やってるので、その分販売価格を抑えられるんです。でもそれ言うんだったら、みっこさん、ゆう先生、内山先生、太郎兄さん、インフルエンサー4人に監修してもらってるじゃんっていう風に思う方もいると思うんですが、確かに実際に僕から4人へお仕事を依頼させていただいてますが、僕は4人に直接仕事の依頼をしています。芸能事務所、インフルエンサー事務所を通さず直接依頼してるんです。空間手数料みたいなものが発生しないので、皆様にお求めやすい価格で提供させていただいております。僕が株式会社スマートタンパクの社長なので、僕が全責任を負う覚悟でいます。そして2つ目、プロテインスマートタンパクは全フレーバー人工甘味料不使用を宣言します。今まで全5種類のうちミックスベリーとチョコレートに関しては多少人工甘味料を使用していました。しかし今回のリニューアルでミックスベリーチョコを含めた全ての味が完全に人工甘味料不使用になります。人工甘味料不使用にすると原価は上がるんですが、それでもなぜ人工甘味料不使用にこだわったかというと、人工甘味料を気にする声が想像よりも圧倒的にコメント DM で多かったこと、そして大阪梅田のデパート阪神百貨店で行ったリアルイベントでリアルで来てくださった皆さんが一番最初にやること、まずプロテインの裏面を見る、この原材料の部分を見るってことを最初にする人がほとんどだったんです。僕はリアルイベントの6日間ずっと現場に立ち続けてたので、実際に裏面の何を見てるんですかっていうふうに聞いてみました。皆さん口を揃えて人工甘味料が入ってるかどうかすごく気になるとおっしゃっていました。そして皆さんの記憶にも新しいと思うんですが、WHO 世界保健機関が人工甘味料のアスパルテームに発がん性があると発表しました。一般的な摂取量なら安全性には大きな懸念はないと言われていますが、僕はこの発表があってから毎日自分が口にするものがアスパルテームが入っていないかとなるべくチェックするような癖がつきました。皆さんはどうでしょうか。この人工甘味料アスパルテームの発表でより気にするようになったのではないでしょうか。ただ勘違いしないでいただきたいのは、皆さんに人工甘味料一切摂取するなと言いたいわけではないです。人工甘味料の取りすぎに気をつけていただきたいという意味です。
ただ人工甘味料不使用で安く美味しいプロテインを作るっていうのはかなり難しいです。スマートタンパクは僕、みっこさん、ゆう先生、内山先生、タロ兄さんの5人で安くて美味しいから皆さんが続けられるってところにこだわってきました。もう僕自身は工場に何回行って何百杯試飲したか数えきれません。そしてチョコ味は甘すぎるって声が実際多かったので、この機会に甘さ控えめにしました。ミックスベリー味はビタミン C 含有量、他の味の10倍を維持したまま人工甘味料不使用に成功しました。これでさらに安心して皆さんの手に取っていただくことができます。あと結構言われるんですけど、みっこ先生が好きだから抹茶味、ゆう先生が好きだからチョコ味、内山先生が好きだからヨーグルト味、タロ兄さんが好きだからミックスベリー味を飲んでるっていう視聴者の方結構多いんですが、すごく嬉しいんですが、僕たち5人に特に気を使わず、皆さんが飲みたい好きなフレーバーを飲んでいただければと思います。実際僕たち5人もですね、自分たちが監修した以外のフレーバーももちろん飲んでます。ゆう先生、タロ兄さんはカフェオレ味好きですし、もう僕は甘党なんで、実はチョコが一番好きだったりします。そして他のプロテインメーカーは飲む時間、飲むタイミングを指定しているところも多いんですが、スマートタンパクはいつでも OK です。この時間じゃなきゃダメだとか、この時間に飲んだら意味がないとかいうのは一切ありません。とは言っても、逆にいつでもいいってやると決めづらいって方もいると思いますので、おすすめは朝とおやつ、お機会と夜寝る前ですね。そしてスマートタンパクの飲み方間違えてる方が多いので、この機会に説明させてください。このように先に水とか牛乳とか豆乳、液体を入れて、その後にスマートタンパクの粉を入れてください。粉が先、液体が後になるとダマになります。そしておすすめは、ちょっとこうやってくるくるくるっとかき混ぜてから縦にシェイクすることです。しっかり20回から30回目安にシェイクしてください。最低でもこれぐらいしっかりシェイクすると美味しく飲めます。美味しい、簡単、これなら続けられます。そしてスマートタンパク1杯飲むのに、スマートタンパク付属のスプーン、すり切り3杯を入れることを推奨してますが、僕個人的な意見ですが、よっぽど栄養が偏ってなければ、女性はすり切り2杯でも十分だと思います。僕みたいにある程度体が大きい男性とか、もう仕事が忙しくて、いつもご飯おにぎりしか食べてないみたいに、極端に食事が偏っていて、極端にタンパク質不足じゃなければ、すり切り2杯で良いんじゃないかなと思います。そして中にスプーンが入っていないという声をよくいただくんですが、中に入ってます。奥に埋まってて見つかりづらい場合は確かにありますので、こうやって逆さまにひっくり返してから開けたりとか、外からちょっと揉んだりしてあげるとスプーンが見つかります。賞味期限1年近くありますので、複数味、もしくは同じ味を複数個買いだめしていただいてももちろん OK です。そしてスマートタンパクのおすすめのアレンジ飲み方、すべてまとめたもの無料で配布してますので、概要欄ごでコメントに貼ってある無料の公式 LINE 友達追加で受け取れるようにしておきます。そして最後の最後、これだけは絶対に伝えさせてください。これだけスピーディーにスマートタンパクをいろいろリニューアル変えていけるのは、僕自身が経営者、社長だからです。まだスマートタンパク発売してから7ヶ月しか経ってないんです。こんなに早くお客様の声を取り入れてリニューアルするブランド、僕は見たことないです。今後も皆さんのご意見ご要望を取り入れながら、安くて簡単だから続けられる商品開発に全力で取り組んでいきます。スマートタンパクシェイカーも7月中には発売予定ですし、スマートタンパクの新しい味も開発中なのでお楽しみに。